今回の動画では NewX の MG30 の A2 ライト対応のアップデートについて見ていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。今回のアップデートで何が変わったのか、結論から言うと変換なしでプロファイル作者の狙った音がそのまま出せるようになったということです。ニューラルアンプモデラー、略して NAM はアンプの音を AI を使ってキャプチャーする最新技術ですが、第一世代のアルゴリズムでは処理が重すぎてパソコンやごく一部の限られたハードウェアでしか実行できなかったんですよね。マルチで動かすには変換処理が必要で、そこでどうしても元々のアルゴリズムそのものとはちょっと違ってしまいました。それが第2世代 A2 になってマルチエフェクターでもそのまま実行できる軽量版が出ました。それが A2 ライトです。今回は MG30 が A2 ライトのネイティブ対応をしたので試していきます。ちょっとだけ振り返ると NewX の MG30 は販売開始から5年が経った2026年の2月頃かな、最新技術の NAM に変換とはいえ対応するっていう Gen2 第2世代のアップデートをしました。僕の動画でもこの対応を神対応だとして取り上げていて、その時にいろいろ試してみたりしました。この時は変換があったりハードウェア独自の色付けをしているみたいだっていう結論でした。それがね、今回の A2 ネイティブ対応でどうなったかを見ていきたいと思います。今回のアップデートの内容ですが、NAM の A2 ライト対応ということです。これはどういうことかというと、変換プロセスを挟まないからその NAM の作者の狙った音がそのまま出るということです。最近は NAM の配布サイトであるトーン3000には A2 の NAM データが増えてきました。ここに何十万というキャプチャーが上がっているところから落としてきてそのまま実行できるっていうところがすごいところだと思います。なおこの NAM の転送には PC のエディターソフトクイックトーンの最新化も必要なので忘れずにやっておきましょう。さらにプリインのイメージアンプが今回3種追加されました。36番のデラリバ、37番のボックス、そして38番のフリードマンタイプですね。これらはイメージアンプって言って、このアンプの絵のところの左下のところに赤い印がついてますが、NewX 独自のキャプチャー方式になります。しかもですね、なんとおまけもあるんですよ。この後触れますが、普通に使っていたら扱えない隠しアンプ6種も入ってるんです。アップデートの手順はこうです。既存プリセットのバックアップ、ダウンロード、解凍、DSU モードで立ち上げ、書き換え、リセット、レストア。プリセットのバックアップで注意しないといけないのは、自前でインポートした IR や NAM はバックアップされないということです。まんま同じプリセットに戻したいのであれば、どんなインポートをしているのか、例えば IR だったらこんな風にリストの画面のスクリーンショットを撮っておくといいです。では20分強の書き換えをしてファクトリーリセットをしてプリセットをインポートしたら A2 対応の MG30 に生まれ変わっています。それでは早速 A2 をインポートしてみましょうということで、インポートはここから行きます。でスロットを選んでインポートボタンを押します。早速 A2 のインポートをしてみます。スタートってするともう一瞬で入ります。これがもう変換してないで A2 ライトをインポートしているっていうネイティブ対応の証かなと思います。試しにもう一個別のスロットの方には A1 を入れてみたいと思います。同じ NAM の A1 のものを入れてみると、このようにインポーティングという画面が表示されて変換処理が始まります。で PC で NAM をこの MG30 の本体の DSP が処理できるような形に変換をしています。どうしてもね、ここの変換処理の時に元々の NAM とは違う演算に置き換えなくてはならない。その DSP が計算できる形に変換してあげなくてはいけないので、そこで何がしかちょっと、差分が出ちゃう。音に対しても影響が出ちゃうのかなというところです。なので今回 A2 対応になってこの変換をしないで作者が作った NAM をそのままマルチエフェクターで実行できるっていうのはとても意味があるところかなと思ってます。はい、こんな感じで A2 は変換処理をしてないっていうのが一目瞭然かなと分かりますね。
ではですね、先ほど言ったおまけのアンプについても見ていきましょう。先ほどの通り、38番が、フリードマンなんですけど、その下に、今インポートした、ナムが入ってます。なんですけど、実はですね、この38の次、38ってこれ実は、MIDI の CC の03番、3番のところの数字でもあるんですね。これ例えば今35になってる36にすると、さっきのデラリバー37がボックス、38がフリードマンってきてるんですけど、ちょっと本体の画面に移しておきましょうか。ここでですね、この38の次ですねにすると、なんと39で PV5150、40でデュアルレクチファイヤー、41でオレンジ、42で珍しいですね、レブのナックルで、43でボーグナーエクスタシーですね、ブルーと、44でレッドっていう風なこの6個が増えてるんですね。で、これらの6個のアンプは本体とかクイックトーンからアクセスできないところに隠されてあるんですよ。これらは右の CC で直接指定してあげることで呼び出すことができます。でね、この MIDI の設定値もこのように分かっています。この薄く黄色くしているところ、これがこの今回の隠しアンプになってますね。39番から44番までになってます。このアンプの CC03 のところの39から44は本体からアクセスできないところになってます。クイックトーンでもできないですね。で、ナムローダー自体は54から62のところにユーザー領域があります。なのでちょっとここを直接 CC で叩いてみると、こういう風な面白いものも隠れてますよっていうところがちょっとねプレミアムな情報かなと思います。はい、ということで MG30 またまた面白いことになってきましたね。5年前の機種で今実売で3万円台中盤だと思います。それでこの最新技術への対応となると、新機種を買う際の選択肢に上がってきてもおかしくない状況なんじゃないかなと思います。A2 ライト対応機種って現時点では他社だともっと価格帯が上のラインナップが多いと思うのでお買い得だと思いますね。次回の動画では測定を行って MG30 の A2 ライト対応の性能を丸裸にしていきます。レイテンシーや折り返し歪み、実際に聞いてみて他社と比較して測定してみてどう違ってくるのか、興味のままに掘り下げていこうと思います。ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録、いいね、ハイプをお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。